レッスン1、何か面白いことはありましたか？ねえ、アナ、今日はどうだった？何か面白いことあった？ねえ、ジョン。私の一日は良かった。大した興奮はなく、いつものルーティンだけでした。あなたののはどう？ここでも同じだ。本の中ではまた別の日だでもね、ルーティンといえば、家族の伝統ってあるの。ああ、はい。私たちが従っている伝統はいくつかあります。私のお気に入りの一つは、毎年恒例のゲームナイトです。ゲームナイト。楽しかったみたいだね。どんなゲームをするの？クラシックなボードゲームからインタラクティブなビデオゲームまで、あらゆる種類のゲームをプレイしています。かなり競争が激しくなります。それはとても楽しそうですね。笑い声と友好的なライバル関係はもう想像できます。絶対に。家族全員が集まって、リラックスして、質の高い絆を楽しむ時です。私の家族にそのような伝統があったらいいのにと思います。始めなきゃ。ああ、間違いない。独自の伝統を築くことができます。みんなを結びつけるものなら何でも構いません。それは素晴らしいアイディアだ。月に一度のムービーナイトとかクッキングチャレンジとかしようかな。それらは素晴らしいですね。ムービーナイトはいつも大人げで、料理チャレンジは美味しくて楽しいでしょう。キッチンの混乱はすでに想像できます。笑えると同時に美味しい。想像できます。ただ、消火器は手元に用意しておきましょう。良いアドバイスです。キッチンが現実のクッキング、ディザスター、ショーになってほしくない。いいえ、絶対にしません。安全が第一だが、笑いと美味しい食べ物はすぐ後。同意しました。笑い、美味しい料理、そして心に残る思い出作り。それが伝統のすべてです。絶対に、ジョン。伝統は私たちの生活に特別な喜びとつながりを与えてくれます。さて、家族と一緒に新しい伝統を始めたいと思っています。アンナ、アイデアをありがとどういたしまして、ジョン。あなたが愛する人と美しい思い出を作れることを楽しみにしています。う。これから何年にもわたって大切にされる新しい伝統と瞬間をご紹介します。おめでとう、ジョン。あなたの新しい伝統があなたの家族の生活に幸せと笑いをもたらしますように。レッスンにスパイシーなマグロロールを食べたことがありますか？ねえ、アンナ、スパイシーなマグロロールを食べたことがありますか？ああ、はい。私は彼らが大好きです。新鮮なマグロのスパイシーなキックは最高です。美味しそう。今まで食べたことがなかったけど、今は食べてみたいと思っています。絶対にすべきです。人気の寿司ですが、味の組み合わせも楽しめると思います。私は辛いものが好きなので、きっと好きになる気がします。美味しいスパイシーなマグロロールはどこで見つけられますか？町にはそれらを提供する寿司屋がいくつかあります。よろしければいくつかおすすめできます。それは素晴らしいことです。おすすめの食べ物に関しては、あなたの判断を信頼しています。さて、ダウンタウンに居心地の良い小さな寿司バーがあり、驚くほどスパイシーなマグロロールを作っています。いつか行かないと。私を頼りにして、私はいつも新しい食べ物を試してみたいと思っています。特におすすめの料理があるときは特にそうです。
素晴らしい。間もなく寿司アドベンチャーを計画します。がっかりすることはないよ。約束するよ。待ちきれない。スパイシーなマグロロールを思い浮かべると、もう食欲をそそります。は、よくわかりました。彼らはあなたの味覚を食欲をそそる方法を持っています。寿司の魔法だ。まさに寿司の魔法。新しい料理体験を教えてくれるあなたのような友達がいることに感謝しています。同じように、ジョン。食べ物はみんなで分け合って楽しむものだから、それができて嬉しいよ。絶対に。人生は短すぎて、美味しいフードアドベンチャーを見逃すわけにはいきません。それを最大限に活用しましょう。これ以上は同意できませんでした。じゃあ味覚を準備してくれ。ジョンスパイシーなツナロール。さあ来た。準備できてワクワクしてる、アンナ。さあ、この寿司の旅に出て、食欲を満たしましょう。教訓さん、いつも遅刻する人を知っていますか？アンナ、いつも遅刻する人を知ってる。ああ、はい。そんな人知ってるよ。彼らには独特な時間の概念がある。わかりました。常に予定より遅れている人を待つのはイライラすることがあります。絶対に。でも、遅刻しないよりはマシだ、なんて言われるでしょう。本当。彼らの遅刻には良い面がいつでも見つかると思うよ。まさに。その余分な待ち時間を利用して、計画を立てたり、お気に入りの番組に追いついたりすることができます。それは良い見方です。それで、今日は何をしたいですか？ショッピングモールに行くのはどう？計画のようですね。ウィンドウショッピングをして、ちょっと食事をする。パーフェクト。モールはいつも楽しい場所です。新しい店舗を探索したり、お得な情報を見つけることもできます。絶対に。さらに、興味深いファッションの選択肢をすべて人々に見たりすることができます。本当。一部の人にとってはモールは滑走路のようなものです。ユニークな衣装を目にするかもしれません。いつも楽しいです。見ているうちに、ファッションポリスのちょっとしたコメンタリーを作ることができます。それは面白いでしょう。口に富んだ発言をしないといけない。作業に必要な資料はたくさんあると思います。ユーモアのセンスのあるファッション評論家になろう。全力でやるよ。ショッピングモールでの冒険に笑いとエンターテインメントをもたらします。それでは決着がつきました。1時間後に玄関で会いましょう。流行に敏感な楽しみの準備をしなさい。そこに行くよ。モールが私たちのために用意しているものを見るのが待ちきれません。さあ、ファッションショーを始めよう。じゃあまたね、ジョン審査用メガネを用意して。これから素敵な時間を過ごそう。教訓4、最近、気温が非常に高くなっている。アンナ、最近の気温が非常に高くなっていることに気づきましたか？絶対に。世界中で起きている異常気象を無視するのは難しいです。かなり気になりますよね。熱波と暴風雨はもっと頻繁で激しいようだ。私も同感です。これは気候変動とそれが地球に与える影響を明確に示しています。未来はどうなるのか不思議に思うでしょう。私たちは環境を守るために行動を起こさなければなりません。間違いない。日常生活の小さな変化が大きな違いを生むことがあります。あらゆる努力が重要です。
絶対に。まず、公共交通機関の利用やエネルギーの節約など、二酸化炭素排出量を削減することから始めることができます。そして、食事も忘れないようにしましょう。これは、より健康な地球に貢献する簡単な方法です。それは本当です。火は自然の空気清浄機です。私たちはみんな食事愛好家になるべきだ。私は食事愛好家になるというアイデアが好きです。お揃いの T シャツも用意できます。それは素晴らしいでしょう。私たちは環境のスーパーヒーローになるんだ。火を一本ずつね。スタイリッシュに地球を救おう。シャベルを片手にスーパーヒーローのポーズをとっている私たちの姿はもう想像できます。メンタルイメージに笑いが止まらない。僕らが話題になるよ。確かに。そして私たちの熱意が他の人たちも植林運動に参加するきっかけになるかもしれません。それは素晴らしいでしょう。関わる人が増えれば増えるほど、私たちが与える影響は大きくなります。絶対に。この言葉を広め、より環境に優しい未来のために行動を起こすようみんなに働きかけましょう。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。あんな力を合わせれば変化をもたらし、この憂慮すべき気温に立ち向かうことができるのです。間違いない、ジョン。私たちはダイナミックなデュオで、一本の木と一本の笑い声で地球を救う準備ができています。レッスン後、十分な時間があると思いますか？アンナ、フライトはあと数時間です。時間は十分あると思う。心配しないで、ジョン。フライトまで時間はたっぷりある。ストレスを感じる必要はない。ほっとしたよ。フライトに遅れるといつも少し不安になる。わかりました。でも忘れないでくれ。私たちはすべてを前もって計画していたので、準備は万全だ。あなたの言う通りだ。パスポート、チケット、バッグを詰めました。準備はできている。絶対に。フライトの詳細をダブルチェックして、早めに出発するようにしました。飛行機に乗るときは、後悔するよりも安全を保つ方が常に良いです。間違いなく。搭乗前にセキュリティを通過し、軽食をとり、リラックスするのに十分な時間があります。それは完璧に聞こえます。フライト中、ちょっとしたおやつで元気を保つことができた。念のため、おやつも用意しておきました。この旅ではお腹を空かせないよ。あなたはいつも準備ができています、アナ。あなたはすべてのことを考えます。まあ、私はどんな状況にも備えておきたいです。それは私の超能力だ。万全の備え力が再びこの世を救います。旅行仲間として君を迎えることができてラッキーだ。私も君に出会えてラッキーだ、ジョン。私たちは冒険において素晴らしいチームを結成します。絶対に。新しい場所の探索でも、空港のナビゲートでも、すべてお任せください。それについては間違いありません。それでは、深呼吸をして、リラックスして、これからの旅を楽しみましょう。計画みたいだな。あんなフライト前の時間を最大限に活用して、スムーズな旅行体験をしましょ離陸の準備はできていますか、ジョン？この旅を忘れられないものにしよう。準備できてワクワクしてる、アンナ。シートベルトを締めて、行くぞ。教訓6、最近、日々の経費の管理に苦労している。アンナ、最近、毎日の出費の管理に苦労しています。予算の立て方について何かアドバイスはありますか？絶対に、ジョン。
毎日の経費を計画し、予算を守ることで大きな違いが生まれます。それが私に必要なものです。あなたは普段、どのように経費を計画していますか？まず、請求書、食料品、交通費など、必要な費用をすべてリストアップします。それは理にかなっています。まずは必需品に優先順位をつけることが大切だ。まさに、それらをカバーしたら、予算の一部を貯蓄と緊急資金に割り当てます。ああ、節約。それは私が絶対に取り組む必要がある分野です。お金を貯めることについて何かアドバイスはありますか？一つのコツは、特定の貯蓄目標を設定し、それを優先させることです。それは休暇のためだったり、本当に欲しいものだったそれりするかはやる気をもしれま起こさせるせん。ように聞こえます。目標を念頭に置いておくと、集中力を保つのに役立ちます。絶対に。そして、経費を追跡することを忘れないでください。お金の行き先を確認するのに役立ちます。良い点です。私はよく支出を見失う。予算作成アプリを起動するか、スプレッドシートを使うべきかもしれません。それは素晴らしいアイデアです。テクノロジーを利用すると、経費の追跡と分類が容易になります。やってみるよ。テクノロジーに精通した予算編成のプロになる時が来ました。わわ、あっという間にプロになるよ、ジョン。テクノロジーは予算も含め、生活のあらゆる面で私たちを助けてくれます。本当？それを受け入れて、金融の知恵に導いてくれるようにすればいいんだ。了解しました。そして、たまに自分へのご褒美をあげても構いませんが、予算の制限内であることを忘れないでくもちろん、ださい。罪悪感のないおやつを楽しめるように、予算には必ず少し楽しいお金を入れておきます。それがスピリットだ。予算を厳しくする必要はありません。バランスを見つけ、自分の支出習慣に気を配ることが大切です。やる気が出て、自分の財政をコントロールする準備ができていると感じています。貴重なヒントをありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン予算編成のお手伝いをします。力を合わせれば、どんな財務上の課題も克服できます。あなたを私の財務アドバイザーであり友人として迎えることができて光栄です。お金の管理を楽しくしよう。絶対に、ジョン。楽しくて経済的に詳しい、それが私たちの新しいモットーです。レッスン7、良いトレーニングができましたか？ねえ、アナ。今日はどうだい？運動は良かった？ねえ、ジョン。いいよ。聞いてくれてありがとう。今日は有酸素運動をしました。強烈だった。いいね。有酸素運動は、心臓を刺激してカロリーを消費するのに最適な方法です。絶対に。アクティブな状態を保ち、健康を維持するための楽しい方法です。私も同感です。個人的にはウェイトリフティングを楽しんでいます。強くて元気が出る感じがします。ウェイトリフティングは筋力増強と筋肉の調子を整えるのに最適です。楽しんでいただけるのは素晴らしいことです。ウェイトを持ち上げるたびにミニチャレンジみたいな感じがする。モチベーションを保ってくれます。それがスピリットだ。喜びをもたらし、モチベーションを維持できるワークアウトを見つけることがすべてです。間違いなく。それで、どんな有酸素運動をしたの？ランニング、サイクリング、その他何か？今日は混ぜてしまいました。トレッドミルで少し走って、それからエアロバイクに少し飛び乗った。それは良いコンボのようですね。
物事を面白く保ち、様々な筋肉群をターゲットにします。まさに、退屈を防ぎ、体の様々な部分を引きつけるには、多様性が重要です。これ以上は同意できませんでした。それに、トレーニングを楽しくエキサイティングに保ってくれます。絶対に。そして、楽しんでいる時に運動する方がずっと楽しくなります。本当です。プロセスを楽しんでいれば、面倒なことには感じません。それが目標です。フィットネスをライフスタイルの一部にし、運動の喜びを受け入れること。よく言った、アナ。これからもアクティブでいて、フィットネスの旅でお互いに刺激を与え合いましょう。賛成だよ、ジョン。私たちはお互いのフィットネス仲間になり、お互いを応援し合います。完璧に聞こえるよ、アナ。力を合わせれば、どんなワークアウトも制覇し、楽しい時間を過ごせます。絶対に、ジョン。これからもフィットネスの冒険を続けてたくさん笑いましょう。レッスン8、朝は運動しますか？アンナ、あなたは素晴らしく見えます。それは印象的だね。朝は運動するの？ありがとう、ジョン。はい、わかります。家の近くの公園にジョギングに行きます。それは素晴らしい。朝のジョギングは1日の始まりにぴったりな方法です。絶対に。それは私を元気づけ、その日の残りの時間をポジティブな雰囲気にしてくれます。私もやってみるべきです。私はいつも夕方のワークアウトが好きだった。やってみろ、ジョン。新鮮な朝の空気と穏やかな環境はとても爽快です。あなたはそれをとても魅力的に聞こえます。もしかしたら私もあなたのようにモーニングジョガーになるかもしれない。朝のジョガーズクラブに参加しろ、ジョン。両手を広げて歓迎します。それは魅力的に聞こえます。私たちが一緒にジョギングをしたり、おしゃべりをしたり、笑ったりしているのをもう想像できます。とても楽しいでしょう。私たちはジョギング仲間になって、途中でお互いにやる気を起こさせることができます。私はその音が好きです。一歩ずつ公園を制覇しよう。絶対に。ジョギングの後は、美味しい朝食を食べることができます。ああ、朝食はその日の私のお気に入りの食事です。私を数えて。素晴らしい、ヘルシーで美味しい朝食オプションでエネルギーを補給します。入れたてのコーヒーと温かいパンケーキの香りがもう感じられます。お腹が空いてるよ、ジョン。朝のジョギングの後は、朝食がさらに美味しくなります。間違いなくそうなるでしょう。朝のジョギングと満足のいく朝食の楽しさを体験するのが待ちきれません。準備しろ、ジョン。一緒に朝のフィットネスの冒険に出かけよう。ワクワクしてる。アナランニングシューズを紐で締めて、早めに公園に出かけよう。デートだよ、ジョン。朝を一日のうちで一番好きな時間にしよう。楽しみにしてるよ。アンナ町のジョギングと朝食の縁を始めましょう。教訓9、私は本当に一生懸命働いてきました。ねえ、アンナ。話があるんだ。頑張ってきたけど、大変だった。やあ、ジョン。聞くために来たんだ。何が起こってたの？どうやってタフなの？私は本当に一生懸命働いてきましたが、物事が思い通りに進んでいないようです。それがどれほどイライラするかは理解しています。
時々、人生は私たちにカーブボールを投げます。まさに、全力を尽くしているように感じますが、成果が自分の努力と一致していません。成功には時間と忍耐が必要であることを覚えておいてください。自分に厳しくしすぎないでください。わかってるけど、全力を尽くしてすぐに結果が出ないのはがっかりするよ。わかりました。でも、旅は目的地と同じくらい重要だということを忘れないで、前に進み続けてください。そうだね、アンナ。たとえそれが小さくても、自分が成し遂げている進歩に焦点を当てることは重要です。絶対に。時間が経つにつれて、小さなステップが積み重なっていきます。その過程で、どんな小さな成果も祝い視点をましょう。変えて、小さな勝利を大切にしようと思います。それはすべて旅の一部です。それがスピリットだ、ジョン。そして、一人で課題に直面する必要はないことを忘れないでください。サポートを求めてください。ありがとう、アンナ。あなたのサポートは私にとって大きな意味があります。頼りになる人がいると分かって安心しています。どういたしまして、ジョン一緒にやってるんだ。必要な時はいつでも私に寄りかかってください。感謝するよ、アンナ。私のことを理解し、支えてくれるあなたのような友達がいるのはいいことです。同じように、ジョン。友達はお互いを元気づけ、困難な時期を乗り切るのを手伝ってくれます。さて、皆さんのご支援と励ましのおかげで、私はこれからも前に進み続ける意欲を感じています。それがスピリットだ、ジョン。これ持ってるね。私はあなたを信じている。ありがとう、アンナ。あなたが私を信じてくれることが、私に続けていく力を与えてくれます。力を合わせれば、どんな障害も乗り越えよう。絶対に、ジョン。私たちは真正面から課題に立ち向かい、反対側でより強くなるでしょう。厳しい時代に、決意と笑顔で立ち向かっていきましょう。それを最大限に生かそう。おめでとう、ジョン。私たちはどんなことにも一歩ずつ取り組んでいきます。教訓10、将来の課題に対処できなくなったらどうするか。やあ、アンナ、将来の課題に対処できなくなったらどうするか考えたことはありますか？ああ、間違いない。それはよく頭に浮かぶことです。でも、人生がレモンをくれたら、レモネードを作れってよく言われるよね。本当。物事が厳しくなっても、自分自身と自分の能力を信頼することは重要です。絶対に。私たちはこれまで課題を克服してきましたが、今後もそうし続けると信じています。それがスピリットだ。私たちは自分自身を過小評価してはいけない。すべての課題は成長の機会であることを忘れないでください。その通りだ、ジョン。心配するよりも、解決策を見つけ、何が起こっても適応することに集中すべきだ。まさに、私たちにはどんなことが起こっても対処する力があります。私たちはただ自分自身を信じればいいのです。これ以上は同意できませんでした。課題に正面から向き合い、反対側でより強くなるためには、自己信念が鍵となります。他に何か知ってる？時には、ちょっとしたユーモアが挑戦の重荷を軽くするのに大いに役立つこともある。絶対に。笑いは最高の薬だと彼らは言う。困難な時でも前向きでいられ、喜びを見つけるのに役立ちます。本当です。どんな課題に直面しても、私たちは常にユーモアのセンスを損なわないことを覚えておくべきです。間違いない。前向きな姿勢と大笑いがあれば、どんなことでも乗り越えることができます。
こんな会話ができてよかったよ。アンナ将来の課題に直面することについて、私たちが同じ考えを持っていることを知って安心しています。私も、ジョン、あなたのように同じ考え方を持つ友人がいるのは素晴らしいことです。力を合わせれば何でもできます。絶対に、アナ。これ持ってるよ。自信を持って笑顔で未来に立ち向かおう。自分でもうまく言えなかったよ、ジョン。将来の課題を受け入れ、自分の能力を信頼しましょう。乾杯、アンナ。外に出て、私たちが何でできているかを世界に見せましょレッスン11、マーケティングキャンペーンについて考えてきた。う。ねえ、アナ。マーケティングキャンペーンについて考えていました。ローンチのタイミングはどのくらい重要ですか？ねえ、ジョン。キャンペーンの開始にはタイミングが重要です。成功の成否は決まる。それは理にかなっています。しかし、ローンチの最適なタイミングはどうやって決めるのでしょうか？ターゲットオーディエンス、トレンド、さらにはシーズンなど、様々な要因によって異なります。ああ、なるほど。ですから、オーディエンスを理解し、最新のトレンドを把握することが重要です。絶対に。オーディエンスがあなたのメッセージを最も受け入れてくれるタイミングにリーチしたいですよね。タイミングは、すべての動きが同期していることを確認しながら、よく振り付けされたダンスのようなものでなければなりません。素晴らしい例えだね。ジョン、完璧なリズムを見つけ、適切なタイミングで注目を集めることです。やりがいがありますがエキサイティングです。たくさんの戦略が関わっていると思います。あなたは頭に釘を打った。戦略的な計画を立て、競合他社の一歩先を行くことがすべてです。タイミングが悪かったために目標を達成できなかったキャンペーンの面白い話がいくつかあると思います。ああ、間違いない。タイミングのミスが記憶に残る、時には笑えるマーケティングの失敗につながることもあります。いつかそれらの話を聞きたいです。他人の過ちから学ぶのはいつだって良いことだ。次のチャットのためにいくつか例を集めます。大笑いして貴重な教訓を学びましょう。それは計画のように聞こえるよ、アナ。笑いと学習は切り離せません。絶対に。そして私たち自身も素晴らしいキャンペーンのアイデアを思いつくかもしれません。あなたは決して知りません。私たちの会話は創造性とインスピレーションに満ちています。それがアイデアを一緒に議論することの素晴らしいところです。私たちはお互いに既成概念にとらわれずに考えるように促し合います。私たちの会話はいつも的を置いていると思います。彼らは喜びと知識をもたらします。これ以上は同意できないわ。ジョン、ちょうどタイミングの良いキャンペーン開始のように、私たちのタイミングは完璧です。会話と今後のマーケティング活動のどちらにおいても、絶好のタイミングでお届けします。おめでとう、ジョン。私たちの会話がいつも完璧なタイミングで創造性と笑いを刺激し続けますように。第12課サンゴ礁と色とりどりの魚についてのドキュメンタリーを見ていました。ねえ、アナ。サンゴ礁と色とりどりの魚についてのドキュメンタリーを見ていました。とても楽しそうですね。ねえ、ジョン。本当にそうだね。水中の世界はとても魅力的で、活気に満ちた美しさに満ちています。色とりどりの魚の中を泳いでいるのが想像できます。まるで液体の中にいるような気分になります。まるで万華鏡のような色と海洋生物に囲まれた魔法の領域に入るようなものです。
サンゴ礁を探索するためにシュノーケリングやスキューバダイビングをしたことはありますか？はい、いくつかの美しい場所でシュノーケリングをする機会がありました。サンゴ礁は息を飲むほどです。それは素晴らしいですね。シュノーケリングの冒険中にユニークで記憶に残る魚に出会ったことはありますか？ああ、はい。映画、ファインディングニモのように、クマノミがアネモネの間を泳いでいるのを見たことがあります。信じられない。まるで現実のアニメーション映画に足を踏み入れるようなものです。絶対に。自然には独自の魔法のような物語やキャラクターを作り出す方法があります。他に面白い出会いはありますか？ひょっとしたら風変わりな性格の魚かも。さて、水中で踊っているように見える魚に出会ったことがあります。なんか真剣な動きがあったんですね。わわ、踊る魚。それは見るべき光景だったに違いありません。ちょっと派手な足ひれ細工をしたんですか？確かに、まるでちょっとした水中パフォーマンスをしているかのように、優雅にぐるぐる回ったり揺れたりしていました。私はそれを目の当たりにしたかったのです。自然がその素晴らしさに私たちを驚かせるなんて信じられない。本当にそうです。サンゴ礁を探索し、ユニークな魚に出会うことは、まるで活気に満ちた夢に足を踏み入れたようなもバケットリのです。ストにシュノーケリングまたはスキューバダイビングを追加する必要があります。忘れられない経験になりそうです。絶対すべきだジョン、私たちを海の不思議につなげる息を飲むような冒険です。さて、いつか一緒にシュノーケリング旅行を計画する必要があります。色とりどりの魚たちと一緒に泳ぎ、自分だけの思い出を作りましょう。それは素晴らしい計画のようだジョン。水中の世界に飛び込んで忘れられない思い出を作ろう。これからの水中アドベンチャーと波の下の美しさを発見する喜びをご紹介します。絶対に、ジョン。サンゴ礁を探索したり、色とりどりの魚と一緒に泳いだりするという私たちの夢が叶いますように。レッスン13、屋外で何をするのが好きですか？ねえ、アナ。正直に言うと、私はアウトドアにはあまり興味がない。屋外で何をするのが好きですか？ねえ、ジョン。全然大丈夫だよ。いろんな野外活動を楽しんでいます。私のお気に入りの一つはハイキングです。ハイキング、はあ。それは自然とつながる良い方法のように思えます。お気に入りのハイキングコースはありますか？絶対に。私は様々なトレイルを探索するのが大好きです。私のお気に入りの一つは、見事な滝へと続くトレイルです。うわぁ、それは息を飲むほどに聞こえます。水のせせらぎの音と周囲の美しさが想像できます。本当に魔法のような体験だね。ジョン、自然の光景や音は、とても心を落ち着かせ、リフレッシュさせてくれます。人々がハイキングを楽しむ理由がわかります。日常の喧騒から逃れるチャンスです。まさにそれです。テクノロジーから切り離して、アウトドアの美しさに没頭する方法です。アンナ、他にどんなアウトドアアクティビティを楽しんでいますか？自転車に乗るのも大好きです。風光明媚なトレイルを自転車で探索するのは、運動をして景色を楽しむのに最適な方法です。楽しそうですね。子供の頃、自転車に乗ったことを覚えています。それはいつも冒険だった。自転車で戻るのに遅すぎることはないよ。ジョン、冒険と自由の感覚を再発見できるかもしれません。あなたの言う通りだ。
自転車が私をどこへ連れて行くのか試してみるべきかもしれない。絶対に。自分の近所に隠れた名所を見つけたり、探索する新しい道を見つけたりするかもしれません。絶対に検討します。他に好きな野外活動はありますか？公園でのピクニックも楽しんでいます。友人や家族と屋外で過ごすには、シンプルでありながら楽しい方法です。それは素敵ですね。美味しい料理、良い仲間、そして美しい屋外環境。素晴らしい時間を過ごすためのレシピです。間違いなくそうです。さらに、屋外ゲームをしたり、リラックスして日光浴をしたりすることもできます。私はアウトドアには興味がないかもしれませんが、あなたのアウトドアアドベンチャーについて聞くと、新しいことに挑戦したいと思うようになります。それがスピリットだ、ジョン。自分のコンフォートゾーンから一歩踏み出せば、思いがけない喜びや発見につながることがあります。そうだね、アンナ。心を開いて、これからやってくるアウトドア、アドベンチャーを受け入れるよ。私たちの好みに関係なく、新しい体験を受け入れ、素晴らしいアウトドアで喜びを見つけることを目指しています。レッスン14、私は服を買う前にまず試着したい。ねえ、アナ。私は服を買う前にまず試着するのが好きだ。あなたはどねえ、ジョン。それはいい考えだ。服を試着することでフィット感が良くなり、驚かされることもありません。まさに、ハンガーには似合うが自分には似合わない服で面白い経験をしたことがあります。ああ、共感できるよ。着るとすぐに消えてしまうファッションイリュージョンのようなものです。確かにファッションイリュージョンです。服が私たちの体を引き立たせるようにすることは常に良い考えです。絶対に。それに、服を試着するのも楽しいミニファッションショーになり得ます。様々なスタイルを試すことができます。大人になってドレスアップをしているようなものです。私たちは内なるファッショニスタたちを導き、大いに楽しむことができます。それがスピリットだ。ファッションは楽しくて表現力豊かであるべきです。服を試着することで自分だけのスタイルを見つけることができる。ファッションの冒険に出かけたいんだ。どこから始めたらいいの？特定の店舗を思い浮かべていますか？いくつかの異なる店舗を見てみましょう。トレンディーなブティック、デパート、そしてリサイクルショップにも行けます。それは計画のように聞こえます。これにより、幅広いオプションとスタイルから選択できるようになります。まさに、バラエティは人生のスパイスです。特にファッションに関してはそうです。正直に言うと、ファッションのガイダンスが必要かもしれません。私は一番おしゃれな人間ではありません。心配しないで、ジョン。ファッションは自己表現がすべてだ。あなたの個性に合い、自信を持ってもらえるものを見つけます。感謝するよ、あんなファッションの専門家がそばにいてくれてよかった。嬉しいよ、ジョン。他の人が自分のユニークなスタイルを発見し、服を着て気分が良くなるのを手伝うのが楽しいです。よし、このファッションの旅に出よう。もしかしたら、途中で隠れた宝石が見つかるかもしれません。ワクワクするよ。笑い、素晴らしい発見、そして素晴らしい衣装でいっぱいのファッションアドベンチャーが待っています。ファッションを受け入れ、服を試着し、自分のスタイルセンスを発見しましょう。おめでとう、ジョン。私たちのファッション界が、喜びと自信、そして忘れられないファッションの瞬間に満ち溢れますように。
教訓15、計画を立てることは合意の一部であるべきだと思う。ねえ、アナ。計画を立てることは私たちの合意の一部であるべきだと思います。あなたはどう思いますか？ねえ、ジョン。完全に同感だ。計画を立てておくことで、整理された状態を保ち、同じ考えを持つことができます。素晴らしい。これらの詳細を確定したら、計画の概要を説明し、明確な期待値を設定できます。それは堅実なアプローチのように思えます。よく構成された計画があれば、集中力と効率性が保たれます。目標に向かって私たちを導くロードマップを持っているようなものです。また、混乱を避けるため、全員が自分の役割と責任を把握できるようになります。それは非常に重要です。計画を明確にすることで、誤解を防ぎ、物事を円滑に進め続けることができます。同意しました。全員が同じ波長に立ち、共通の目標に向かって取り組んでいることを確認したいのです。それでは、計画を段階的に定義しましょう。タスクを細分化して期限を設定することができます。それは賢いアプローチ方法です。管理しやすい塊に分解すれば、すべてが達成しやすくなります。また、それぞれの強みや専門知識に基づいて、各チームメンバーに特定のタスクを割り当てることができます。絶対に。全員のスキルを活用することで、より効率的で成功裏に実行できるようになります。計画が整ったら、進捗状況を監視し、必要に応じて調整することができます。柔軟性が鍵です。途中で状況が変化しても、計画を適用させることにオープンであるべきです。間違いなく、最終目標を見据えながら、アジャイルになり、必要に応じて方向転換する準備ができている必要があります。正確に。我々の計画は指針であって、決まったものではない。それは私たちを制限するのではなく、私たち計画のに役重要立つはず性についてです。私たちが同じ考えを持っていることを嬉しく思います。それが私たちを成功へと導いてくれます。私も、ジョン計画は効果的なコラボレーションと素晴らしい成果の達成のための基盤です。よく練られた計画、明確なコミュニケーション、そしてこれからの旅を成功させましょおめでとう、ジョン。私たちの計画が、チームワークと達成感に満ちた共通の成功へのロードマップとなりますように。レッスン16、ここは初めてですか？う。ねえ、アナ。ここに来たのは初めてなの？はい、そうです。先週ここに引っ越したばかりです。近所へようこそ。ここまでのところ調子はどう？ありがとう、ジョン。猛烈な勢いでしたが、徐々に落ち着いて周辺を探索しているところです。それは嬉しいですね。新しい場所に引っ越すのはワクワクするし、少し圧倒されることもあります。絶対に。これは新たなスタートですが、すべてに慣れるという課題もあります。さて、何かおすすめが必要な場合や、近所をナビゲートするのを手伝う必要がある場合は、遠慮なく尋ねてください。感謝するよ。ジョンコツを知っている人がいるのはいつでもいいことだ。私をあなたのフレンドリーな近所ガイドと考えてください。インサイダーのヒントとコツをすべて共有します。それは素晴らしいです。そのオファーをいつか引き受けないといけないかもしれない。いつでも、喜んでご案内し、ベストスポットを紹介します。そういえば、このエリアでおすすめのレストランやカフェはありますか？ああ、間違いない。ほんの数ブロック先に、素晴らしいペストリーを提供する居心地の良い小さなカフェがあります。私はいつも美味しいペストリーが欲しいです。
あのカフェに私を訪ねてもらいましょう。デートと考えてください。美味しいお菓子にふけって楽しい会話をしましょう。計画みたいだね。ジョン楽しみにしてるよ。ここに来たばかりで、他に気になることやサポートが必要なことはありますか？まあ、私はまだ地元の公園を探索する機会がありませんでした。近くに何かある？絶対に。ここからそう遠くないところに遊歩道のある美しい公園と小さな湖があります。それは素晴らしいですね。絶対行って自然を満喫するよ。それは素晴らしいアイディアだ。リラックスしてくつろげる静かな場所です。ジョン、温かい歓迎と喜んで助けてくれて感謝しています。落ち着くのはずっと簡単になります。どういたしまして、新しいご近所さんができて嬉しいし、手を貸すことができて嬉しいです。あなたのような親切な隣人がいてラッキーです。ジョン、ありがとう。全然問題ないよ、アンナ。近所へようこそ。新しい始まりと素晴らしい友情が生まれます。教訓17、私も前もって計画を立てておくべきだ。ねえ、アナ。あなたはいつもとても整理整頓されているようですね。それは賢いね。私も前もって計画を始めるべきだ。ねえ、ジョン。ありがとう。事前に計画を立てることで、間違いなく人生が楽になります。何を計画し始めたいですか？さて、最近いくつかのタスクを先延ばしにしている。前もって計画を立てておけば、より効率的に取り組めると思います。いい考えだね。ジョンタスクを細分化して期限を設定すると、順調に進むことができます。あなたの言う通りだ。ギリギリまで全てを任せるのはやめて、積極的なアプローチを始めるべきだ。先延ばしは断ち切るのが難しい習慣ですが、事前に計画を立てておくと、有利なスタートを切ることができ、ストレスを軽減できます。生活の中で間違いなくストレスが減りました。計画を始めるためのヒントはありますか？やることリストを作ることから始めましょう。達成する必要のあるすべてのタスクを書き留め、優先順位をつけます。それは実行可能に聞こえます。まずリストを作り、最も重要なタスクに取り組みます。それが進むべき道だ。ジョン優先度の高い項目に集中して、リストの下の方へ進んでください。大きな目標に向かって小さな一歩を踏み出すようなものです。タスクを完了するたびに目標に近づきます。まさに、途中の進歩を祝いましょう。モチベーションを保ち、続けようという気持ちにさせてくれます。小さな勝利を祝うというアイデアが好きです。プロセスに楽しい要素を加えてくれます。絶対に。タスクやマイルストーンを完了したら、自分にご褒美をあげてもいいでしょう。お気に入りのケーキを一切れ食べたり、ちょっと休憩して面白いビデオを見たりするのもいいかもしれません。報酬はモチベーションを高めることができます。彼らは間違いなくそうすることができます。あなたにとって最も効果的なものを見つけて、それを前向きな補強と前もってして使って計画をください。始めて、もっと積極的に行動したいというインスピレーションを感じています。アドバイスありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。前もって計画を立てることは、人生のあらゆる分野に役立つスキルであることを忘れないでください。それを心に留めておくよ。先延ばしにすることをやめて、前もって計画することの力を活用しましょおめでとう、ジョン。あなたの計画が生産性と成功をもたらし、ストレスを大幅に軽減できますように。
レッスン18、集合住宅がランドリーサービスを提供しているかどうか知っていますか？ねえ、アナ。ところで、集合住宅にランドリーサービスがあるか知っていますか？ねえ、ジョン。はい、そうです。もちろん、入居者にはランドリーサービスも提供しています。それは素晴らしいニュースです。この建物にランドリー施設があるのはとても便利です。絶対に。重いランドリーバッグをコインランドリーに持ち込む必要も、洗濯機の予備の小銭を探す心配もありません。特に洗濯などの雑用に関しては、利便性が重要です。時間と労力を節約できます。これ以上は同意できませんでした。それに、洗濯機のメンテナンスや購入について心配する必要がないので安心です。間違いなく、心配することが一つ減り、他の活動に使える時間が増えます。そして一番すごいのは、後で衣類を畳んだりアイロンをかけたりする手間が省けることです。ああ、服を畳むのが下手なんだ。いつもシャツにシワができて、靴下がミスマッチになってしまう。母、あなたは一人じゃない、ジョン。でもご安心ください。ランドリーサービスがすべてを代行してくれます。それは安心です。他の誰かが折りたたみをやってくれて、私の服を見栄えよく見せてくれて嬉しいです。散らかった荷物をきちんと折りたたんだ衣類に変えてくれる魔法の洗濯の妖精がいるようなものです。私の人生で洗濯の妖精を使うことは間違いありません。集荷や配達サービスも提供していますか？彼らは確かにそうします。アパートを離れずに洗濯物を片付けたい人にとっては、さらに便利です。それはすごい。パーソナルランドリーアシスタントがいるようなものです。そのサービスにサインアップしてください。終わったと思ってよ。ジョンランドリーサービスを利用するのに必要な情報をすべて手に入れるお手伝いをします。あなたは最高です、アナ。洗濯物を片付けてもらうと、ここでの生活がもっと楽しくなるよ。お役に立ててよかったです。住民の生活をより楽に、より快適にすることがすべてです。まあ、私は確かに幸せな居住者だ。ランドリーサービスは、ここの素晴らしいアメニティのすべてに加えて最高です。それを聞いてワクワクしています、ジョン。さあ、楽に洗濯して、いつも洗いたての服を着ましょう。乾杯、アンナ。ランドリーサービスにより、リラックスして人生を楽しむ時間が増えますように。レッスン19、食料品店に行きます。ねえ、アナ。食料品店に行くよ。卵、牛乳、小麦粉を補充する必要がある。ねえ、ジョン。わかった。卵、牛乳、小麦粉。他に何か必要なものはありますか？考えさせてください。ああ、バターも少なくなってきているよ。それを忘れるわけにはいかない。バター、わかった。リストには他に何かある？実は、砂糖も不足しています。それをリストに追加してください。シュガーです。さて、要約すると、卵、牛乳、小麦粉、バター、砂糖が必要です。その通りだ。今のところ、これで全ての必需品が網羅されていると思います。パーフェクト。後で店に行くときには、必ず全部持っていくよ。ありがとう、アンナ。あなたは命の恩人です。食料品の買い物を手伝ってくれてありがとう。全然問題ないよ、ジョン。私たちは良いチームを作り、一緒に家事に取り組みます。
絶対に分けて制覇した方がずっと楽しく効率的です。また、料理をしている最中のあれを買うのを忘れた瞬間を防ぐことができます。間違いなく、食事の準備中に突然材料が不足するようなことはしたくありません。本当です。事前に計画を立て、品揃えの豊富なキッチンを用意することで、このような調理災害を回避できます。土壇場で食料品店を経営しなくても、美味しい食事を楽しめます。準備がすべてです。未来の自分たちもそのことに感謝するでしょう。絶対に。そして、もし間違って小麦粉を買いすぎたとしても、いつでも一緒にベーカリーを始めることができます。それは素晴らしいアイデアです。余分な小麦粉を燃料とする私たちだけの小さなベーキング帝国。誰が知っている？私たちは超で次に有名なパン屋になるかもしれない。フラワー、パワー、デュオ。私はその音が好きです。私たちのベーカリーは美味しいお菓子と風変わりなユーモアのセンスで有名でしょう。美味しいペストリーやコメディバーターを楽しみにお客さんが並びます。それは成功の秘訣だろう。シャレが意図した。間違いなく。念のため、夢を叶えるのに十分な小麦粉を用意しておきましょう。わからないだろう、ジョン。私たちのベーキング帝国は、たった一袋の小麦粉だけで済むかもしれない。さて、食料品店経営を成功させ、将来のベーカリーアドベンチャーの可能性についてお話ししましょう。おめでとう、ジョン。キッチンに品揃えが豊富になり、私たちの夢が、私たちが作るお菓子と同じくらい楽しいものになりますように。今週末にダウンタウンでコメディーショーがあるって聞いたよ。ねえ、アナ。今週末、ダウンタウンでコメディーショーがあるって聞いたよ。行きたいですか？ねえ、ジョン。楽しいアイディアだね。ショーは何泊目ですか？金曜日から日曜日までの3泊です。どの夜が一番都合がいいか選べます。一晩で十分だと思います。私たちは笑いすぎて疲れ果てたくない。そうだね。一晩のコメディはあまり圧倒されずにたくさん笑わせてくれるはずです。絶対に。さらに、必要に応じて、他の夜に何か他のことをすることもできます。それは良い点です。他のエンターテイメントオプションを探したり、居心地の良い夜を過ごしたりすることができます。まさに、外出とダウンタイムの適切なバランスを見つけることがすべてです。では、どの夜が好きですか？金曜日、土曜日、それとも日曜日？土曜日に行こう。ちょうど週末の真っ最中で、次の日は仕事のことを気にせず思いっきり楽しめる。計画のようですね。土曜日です。楽しい週末を楽しみにしています。ジョークや笑い声はもう想像できます。忘れられない夜になりそうです。間違いなく。そして、もしかしたら、新しいお気に入りのコメディアンが見つかるかもしれません。それは素晴らしいでしょう。将来的には忠実なファンになり、より多くのコメディーショーに参加できるかもしれません。自分たちでスタンドアップのルーティンを練習して、近所の常駐コメディアンになるかもしれません。それはかなりの変革でしょう。観客から私たち自身を笑い芸人まで。私たちがコメディを副業として取り上げても、友人や近所の人たちは決して退屈な瞬間を過ごさないでしょう。それは私たちの周りの人々に笑いと喜びをもたらす楽しい方法でしょう。近所のコメディデュオ。さて、
まだ先に進まないようにしましょう。まず、コメディショーを一緒に楽しむことに集中しましょ絶対に。笑いは最高の薬であり、コメディの夜はきっと私たちを元気にさせるでしょう。土曜日が来るのが待ちきれません。笑いいっぱいになるだろうし、本当に笑えるよ。日数をカウントダウンしてる、ジョン余計なジョークや、純粋なエンターテインメントの夕べに備えましょう。準備が整い、ワクワクしています。コメディナイトのカウントダウンを始めましょう。